ねえきなこ、チャット GPT ってさ、相手が何歳かなんて気にしてないよね。それ昨日までの話なんだよ。8月18日からチャット GPT に10代向けの顔ができたの。10代向けの顔を子供用アカウントを別に作るってことを。新しいアカウントは作らなくていいの。作らへんの？ほら、どうやって10代かわかるんや。チャット GPT の側がこの人は18歳未満だなって推定してそっちに切り替える。自己申告でもいいけど黙っていても推定される。推定？じゃあ大人の僕が間違われたら勝手に制限される側になっちゃうの？いい質問。しかもこれ10代だけの話じゃないの。全員が年齢を見積もられる側になる。今日はその中身を順番に見ていくね。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよまず事実から。オープン AI が2026年8月18日に発表したのがチャット GPT-14s。 対象は13歳から17歳。13歳から17歳ってことはだいたい中学生から高校生くらいってことだよね。そう。しかも発表と同じ日から世界中で順番に配り始めてる。全員に行き渡るまでは数週間かかる見込みなんだって。これって日本にも同じように来るの？グローバルに配ってるから日本も対象のはずだけど国ごとの時期までは公表されてないんだよ。ただ年齢の確かめ方は国によって変わることがあるって書かれてる。で、さっきの話に戻るけどアカウント作らないのにどうやって分けるの？オープン AI の説明はすごくシンプルで、18歳未満だと推定したら、あるいは本人がそう言ったらそれが規定の体験になるって言い方なんだよ。規定？つまり何もしなければそっち側ってこと？しかも判断に迷った時は18歳未満の側に倒す。安全の方へ寄せる設計になってる。いや待って、それやと大人が巻き込まれるやん。巻き込まれる可能性はあるね。その場合の出口としてケースや国によっては身分証の提示を求めることがあるとも書かれてる。制限を外すために身分証を渡す。なんか順番が逆な気がする。その違和感まっとうだと思う。ここは後半でもう一回ちゃんと考えるね。ちなみにこういう年齢の確認って他のサービスでもやってるの？年齢の確認そのものは AI に限らずネットのサービス全体で広がってる流れなんだよ。その中で AI との会話でも規定で年齢を推定するようになったのが今回。了解。で、10代の側に入ると何がどう変わるの？大きく分けて3つ。話す内容の制限、勉強の使い方、そして時間の区切り。順に見ていこう。1つ目、話す内容。自殺や自傷、暴力、摂食障害、それに露骨な性的表現。この辺りの規定のガードが強くなってる。それはわかる。危ない話題を止めるのはまあ普通だよね。でも今回もっと踏み込んでるところがあってね。10代に対しては恋愛っぽい言い方や親しさを演出する呼びかけを使わないようにしてる。呼びかけ方までそんな細かいところ制限する意味あるの？むしろここが本丸かも。さらに自分には感情がある意識があるって匂わせないようより強く指示されてる。ああ、君の友達だよみたいな言わせへんってことか。そういうこと。危ない単語を引くんじゃなくて AI との距離感そのものを設計してる。ここが今までの安全対策と一番違う。なるほど。で、2つ目の勉強の方は？スタディモード。答えをそのまま出さないで質問と段階的な説明で本人に考えさせるモードなんだよ。例えば数学の宿題だとどうなるの？答えを出す代わりにまずどこまで分かってるって聞き返す感じ。つまずいてる場所を先に見つけてそこだけ埋めていくの。なんやそれ、完全に先生やん。10代からしたら楽できへんやん。そう受け取る子もいると思う。だから面白いのがスタディアワー。その時間帯に始めた新しいチャットだけ最初からスタディモードになる。使えなくするんじゃなくて使い方の方を変えるんだ。締め出しじゃなくて切り替え。ただ締め出す方の機能もちゃんとある。3つ目の時間の区切りがそれ。クワイエットアワー。こっちは設定した時間帯に
チャット GPT を使えないように制限できるの。夜更かしして AI と喋り続けるみたいなのを止めるやつだ。そう。あとずっと使い続けていると休憩を促す表示が前より頻繁に出るようになってる。ここまではまあ想像つく話だったよ。で、親はどこまで見えるの？会話全部読めちゃうんじゃない？そこはっきり書いてある。保護者は子供の会話を読んだり監視したりはできない。読まれへんの？偉大やな。もっとがっつり見せるんかと思ってた。できるのはアカウント同士を紐付けて使える機能を選ぶこと。例えば音声モードやグループチャットを使わせるかどうかみたいな設定ね。でも読めないなら危ないことになってても気づけなくない？そこだけ例外なの。自傷みたいな高いリスクが疑われる限られた場面では安全を支えるのに必要な情報だけが保護者に通知される。しかも報道によるとその通知は自動で飛ばしっぱなしじゃなくて送る前にオープン AI の担当者が中身を確認する運用になってるみたい。じゃあ親のところに会話の記録が丸ごと届くわけじゃないんだ。届くのは支えるのに必要な範囲だけ。何を話したかを全部見せる仕組みじゃないの。うちの飼い主なんかワイらが何時間タブレット触ってても気づいてへんけどな。それ見守り以前の問題なんだけどね。なんか見張るんじゃなくていざという時だけ肩を叩くみたいな感じだ。いい表現。監視しない見守りって言えるかも。ただこの線引きは両側から不満が出やすいところでもあるんだよ。両側から不満って？親からは読ませてほしい、子供からは通知すらいらない。どっちに寄せても誰かが不満になる設計なの。そこまで揉めるのが分かっててなんで今これを出したんだろう。背景が結構重いんだよ。2025年に重大のことチャット GPT の会話をめぐって遺族がオープン AI を訴えた裁判が起きてる。結論はまだ出ていなくて今も争ってる最中なんだけどね。そういう話がきっかけになってるんだ。アメリカの FTC っていう役所も未成年とチャットボットの調査に入ってるし、カリフォルニア州では話し相手型の AI を対象にした法律もできてる。つまり自分から進んでやったっていうより外から押されててできた機能ってことか。そこは見方が分かれるところ。ただ法律や裁判の方が先に動いて製品の設計が後から追いかけてる流れなのは確かなんだよ。ねえ、これってオープン AI 的には儲かるの？制限を増やしたら使う人は減りそうだけど。短い目で見たら減るかもね。でも裁判や規制でサービスごと止まるリスクを考えたらこっちの方が安く作って判断なんだと思う。保険を先に払ってる感じか。でもさ、これって重大な話でしょ？僕たち大人には関係なくない？そこが今日一番伝えたいところ。年齢を推定するってことは大人のことも推定してるってことなの。あ、全員が年齢を見積もられてるってことか。しかも迷ったら未成年側に倒す。安全のためだけど外したければ身分証っていう出口とセットになってる。安全を取るとプライバシーが減る。逆もそう。どっちも取れないんだ。その通り。そして年齢の確認は今 AI だけじゃなくてネットのサービス全体に広がってる流れなの。チャット GPT で規定になったってことは他の AI にも同じ要求が来る前触れだと思う。まとめるね。8月18日、チャット GPT に13歳から17歳向けの体験ができて同じ日から世界に配られ始めた。アカウントは新しく作らなくていい。推定か自己申告でそのまま切り替わる。中身は危ない話題のガードに加えて恋愛っぽい言い方や感情があるって匂わせる表現まで抑える距離感そのものの設計だったね。勉強は答えを出さずに問いで返す。時間帯で止めることもできる。親は会話を読めないけど危ない時だけ知らせが行く。そして大事なのはこれが重大だけの話じゃないこと。年齢を推定される側には私たちも入ってる。じゃあ僕もいつか間違えて子供扱いされる日が来るかもってことだ。そうなった時何が不便になるか想像してみるとこの話が一気に自分ごとになると思う。 AI に年齢ができた日か。使う側としては間違われた時にどうなるかも見ておきたいな。今後他の AI がどう追随するかも
続けて追いかけるね。みんなは年齢を推定されるのってありだと思う？コメントで教えてね。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。